皆さんこんにちは、みやまです。今回は2023年に特に買ってよかったと思ったものを10個ほどまとめてご紹介したいなと思います。紹介したアイテムについてはすべて概要欄に記載しておきますので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。ということで1つ目のアイテムがこちらです。ジャストモバイルの多機能スマホグリップですね。こんな感じでスマホに取り付けて使える撮影用のグリップですね。もうこれがあるだけで本当に動画撮影とか写真撮影がめちゃくちゃ楽になるんですよ。しかもこのグリップバネ式で取り外しめちゃくちゃ簡単なんですよ。こうやって軽く引っ張ってあげれば簡単に外すことができますし、またつけたいなっていう時はここの上の部分をスマホにグッと引っ掛けるようにして取り付けてあげるだけですね。で、好きな場所にグリップをずらすっていうような感じでめちゃくちゃ簡単に使うことができるようになってます。しかもこのグリップがですね、結構多機能でして、まずここのグリップ部分をくるっと回して自撮り棒のように持ってあげることができるようになってます。で、しかもここの持ち手の部分なんですが、なんとですね、グイッと好きな長さに伸ばすことができるようになってます。で、さらにこれすごいのが、くるっと90度こうやって回転させてあげたら、なんと縦撮りもできるようになるんですよ。インスタのストーリーとかやっぱ縦撮りできた方が便利なので、これ本当にありがたいですよね。で、さらに便利なのがここグリップの上部ですね。この人差し指が当たるところにシャッターボタンもついてます。で、しかもこのシャッターボタンこんな感じでスッと取り外してちょっと遠隔で使ってあげることができるようになってます。で、さらにですね、これ先ほどご紹介した自撮り棒モードでこうやってシャッターボタン切りたいなっていう時は、ちょうどこの自撮り棒の親指が当たるところにこうやってカチャッとはめておくことができるんですよ。これもめちゃくちゃ便利で助かりますよね。で、グリップの下の方には三脚を取り付けるためのネジ穴もついてますし、で、上の方にはマイクとか照明を取り付けることができるコールドシューも搭載されてます。結構コンパクトな形になってくれるので、使わない時は割と小さめのパックのこういう外ポケットに入れてしまうみたいなこともできますし、外出先に持っていく用のコンパクトで多機能なスマホグリップが欲しいよっていう方には非常におすすめなので、ぜひこの機会にチェックしていただけたらなと思います。続いてのアイテムがこちらです。 CIO の壁差し電源タップですね。これ非常に便利なアイテムでして、壁に設置されたコンセントにブスッと差しっぱなしにして使うタイプの多機能電源タップになります。で、ホワイトとブラックの2色展開なんですけど、これは壁にずっと差しっぱなしの状態にして使うことが多いので、壁紙と同じホワイトタイプをあえて選びました。で、これ外側の部分が脂肪加工になっているので、差しっぱなしにしてても結構ですね、汚れが目立ちにくいんですよね。これだいたい8月9月ぐらいに買って、そこからずっと壁に差しっぱなしにして使っているものなんですが、結構綺麗なまんまなんですよね。この点も非常に気に入ってます。で、電源プラグをさせるコンセント穴は1、2、3合計3つついています。左右と正面にこのコンセント穴が分かれていることによって電源プラグを挿しても全然干渉しないんですよ。この点も結構お気に入りポイントの一つですね。で、正面の下の方には USB-C ポートが2つと USB-A ポートが1つついているような感じになってます。で、ここの USB-C ポートに関しては1つだけ使う場合は最大出力が 67W もあるんですよ。なのでMacBook Pro みたいな結構パワフルなノートパソコンの充電にも十分使うことができるようなスペックになってます。で、この後ろのプラグに関しては折りたたみ式になってます。こんな感じで簡単に出したりしまったりすることができるようになってるので、そこそこの大きさはあるんですけど、結構ですね、旅行先にも、この点で持っていきやすいんじゃないかなと思います。コンパクトで多機能な電源タップを探してるよみたいな方はぜひ一度チェックしていただけたらなと思います。非常におすすめです。続いての買ってよかったものがこちらですね。本当にガシガシ持ち歩いているのでちょっと使用感が出ていて恐縮なんですが、これは JBL のオープン型イヤホンサウンドギアセンスですね。これが音楽を聴きながらであっても周囲の音が聞き取りやすいタイプのイヤホンになっているので、作業中とかあと家事育児の合間にながら聞きしたいシチュエーションとかに非常におすすめのイヤホンになってます。で、このイヤーフックがですね、まためちゃくちゃつけ心地がいいんです
ですよね。絶妙な太さ細さになっているので、メガネと一緒に使っても、あんまり干渉しないですし、あとここの部分ですね、角度調整の部分とかも結構細やかに角度調整できるようになっているので、ずっとつけっぱなしにしていても結構快適です。で、音質については開放型イヤホンの中ではかなりいい方ですね。特に中音域から低音域にかけてがしっかり耳に残って届くような感じがあったりするので、割と低音しっかり残っている音作りの方が好きだなっていう方には非常におすすめですね。ただちょっとご注意いただきたいのが、やっぱり開放型イヤホンっていうこともあって音漏れはしますね。一応音漏れを防止するために逆位相のサウンドを一緒に流して音が拡散しないようにしてくれる機能とかもついているんですけど、やっぱりですね、電車の中とか図書館とか、あと静かなカフェとかで使うのは正直ちょっと厳しいかなっていうような感じですね。基本的には家の中での作業中とか、あと外で使う場合はウォーキング中とかですね、音漏れがそんなに気にならないようなシチュエーションで使ってあげるっていう風に決めて、役割を持たせてあげる方がいいんじゃないかなと思います。で、特にこれ家の中で作業する時に一緒に使ってあげるのにめちゃくちゃ向いてて、というのもこれマルチポイント対応なんですよね。2台のデバイスに同時接続できるような感じになってるので、複数のデバイスで家の中で仕事をしていて、こっちでは電話、こっちではリモート会議みたいな感じで、結構分けてデバイス使うことが多い方なんかには結構相性がいいんじゃないかなと思います。続いてのベストバイアイテムがこちらになります。アンカーから出ているモバイルバッテリーですね。充電用の USB-C 端子がこんな感じで一体型になっている非常にコンパクトなモバイルバッテリーになってます。この USB-C 端子については出したりしまったりが非常に簡単にできるようになってます。で、私これ iPhone 15 Pro に結構頑丈なケースをつけた状態なんですけど、この状態でも本当に軽く挿してあげただけでしっかり充電することができるようになってて、今まで1回もですねこれうまく刺さらなくて充電できてなかったみたいなことがないので、この点でも非常に気に入ってますね。充電までがめちゃくちゃスムーズです。で、縦長でかなりコンパクトなデザインになってるので、結構ちっちゃめのバッグの内ポケットとかにもスッと入れられるのがもう本当に助かります。で、非常にコンパクトな見た目ということもあって容量は 5000mAh になってます。ざっくりスマホ1回充電できるぐらいの容量ですね。で、モバイルバッテリーの残量に関してはここの側面の丸ポチを押してあげることで、この LED の数がどれだけ光るかっていうので視覚的にわかるようになってます。で、このバッテリー本体を充電したいときはここの USB-C 端子をもうそのまま充電器にブスッと挿してあげる感じでもいいですし、パススルー充電にも対応してるんですよね。このモバイルバッテリーの方を、充電ケーブルとかで充電しながら、この付属の USB-C 端子の方では iPhone を充電してみたいなこともできるようになってるので、これ1個持ち歩いておけば結構安心なんじゃないかなと思います。続いてのベストバイアイテムがこちらのガジェットポーチにつけているこのアイテムですね。一見ストラップに見えると思うんですが、実はこれ充電ケーブルなんですよ。ここの上の部分がカラビナ付きのケーブルホルダーになっていまして、ケーブルホルダーからこんな感じで簡単に充電ケーブルを外せるような構造になってます。で、このカラビナケーブルセットにしてからというものを出かける時のですね、バッグがどんなに小さくてももうこれ外側にこうやってカチッとケーブルつないじゃえばいいだけなので、あとはちっちゃいモバイルバッテリーとか、あとめちゃくちゃちっちゃい充電器とか持ってさえいれば大丈夫っていうような感じなので、本当持ち運びのストレスも減りましたし、あと結構大きいバッグの時とかもこれ外側にぶら下げておけば、ケーブルがバッグの中で迷子で見つからないみたいなストレスもなくなるので、その点でも非常におすすめのアイテムですね。ちなみにこちらのカラビナケーブルセット、ここのケーブルホルダーの部分とケーブル部分はそれぞれ別売りになってます。なので、すでに短めのこの充電ケーブル持ってるよって方の場合はですね、こっちのケーブルホルダーだけご購入いただければ大丈夫です。今回ここにつけてるのは長さ15センチの CIO シリコンケーブルですね。なんとこの15センチのケーブルがですね、最大 100W の急速充電対応のケーブルなので、これと充電器さえあればMacBook Pro とかも充電できちゃうっていう結構優れもののケーブルになってます。で、ワイヤレス充電ができないスマホだったりとか、あとタブレットとかパソコンを持ち歩く機会が多い方なんかは、バッグに常にこのカラビナケーブルセットをつけておくとかなりですねストレス減るんじゃないかなと思うので、ぜひですね気になった方はチェックしていただければなと思います。
続いてのベストバイアイテムがこちらですね。アンカーから出ている紛失防止トラッカーになります。もうこれ気に入りすぎて実は2、3枚持っているんですが、カード型の紛失トラッカーなんですけど、これめちゃくちゃ薄いんですよ。わかりますかね。一般的なクレジットカードとほとんど同じぐらいの厚さになっているので、結構ですねコンパクトなカードケース、こういう割とキツキスのカードケースのスリットとかにも、スッと入れて持ち運ぶことができるような仕様になってます。でこの紛失防止トラッカーを入れた状態のカードケースをもしなくしてしまった場合ですね、アンカーから出ている専用アプリで探していただいてもいいんですけど、 iPhone ユーザーの場合は Apple 純正のこのデフォルトで入っている探すアプリから AirTag とかとほとんど同じような感じで今どこにあるのかを追跡することができるようになってます。でこの紛失防止トラッカーがある程度自分の近くにある状態になったらアプリ経由で音を鳴らすこともできるようになってます。こんな感じで、はい、紛失防止トラッカーから音が鳴るような仕様になってます。で逆にこの紛失防止トラッカーが手元にあるんだけど iPhone が見当たらない、どっかに行っちゃったみたいな時はですね、この紛失防止トラッカーの丸ポチがあると思うんですけど、この丸ポチを2回押してあげると、はい、こんな感じで iPhone の方から音が鳴るようになってます。ただ1点ですね、ちょっと残念なのが、これ電池の取り出し交換、あと充電ができない仕様になってます。もしこれ電池切れになっちゃったらもう製品ごと買い替える必要があるっていうような感じですね。ただですね、一応電池持ちの期間としては3年間っていうところと、あと電池の残量についてはアプリでも確認できるようになっているので、3年持つんだったらコスパとしてはそこまで悪くはないのかなという気がしてますね。続いては今回初めて動画で紹介するアイテムでして、それがこちらですね。 DJI Osmo Pocket 3と呼ばれる Vlog カメラになります。これがですね、もう外出先での動画撮影には最高のアイテムになってます。で私自身はこれの1世代前の DJI Pocket 2が本当に大好きで、もうそれをゴリゴリに愛用していたんですが、今回この3代目 DJI Osmo Pocket 3はさらにいいですね。もう本当に素晴らしいカメラに仕上がってます。まずここのディスプレイ部分なんですけど、見ていただいた通りですね、こんな感じで軽くスライドさせてあげるだけで簡単にカメラの電源が入るような感じになってます。でさらにすごいのが、スクリーンをこんな感じでスッと縦にしてあげることで、縦向きの撮影とあと横向きの撮影っていうのを簡単に切り替えることができるようになってます。で DJI Osmo Pocket はですね、ここの上の部分がカメラになっているんですけど、このカメラの近く分かりますかね、こういう風に左右に振るとゆったりゆったり動いてくれるんですよ。これがですね、手ぶれ防止のジンバルの役割をしてくれるので、結構ですね雑に持って歩いて撮影しても手ぶれの少ない、非常に滑らかで綺麗な動画が撮影できるっていうような感じになってます。でさらに今回からとうとうですね、センサーサイズが1インチになったっていうこともあって、撮れる映像も本当に綺麗なんですよ。で一応10ビットの D ログのカラーモードに設定して撮影するみたいなこともできるんですが、正直ですね、デフォルトのノーマルカラーでも十分綺麗に映るので、私の場合はもうほとんどノーマルで撮っちゃってることが多いですね。あとですね、内蔵マイクもめちゃくちゃ優秀です。ポケット2の頃から優秀だったんですけど、3も相変わらず音がいいですね。あとこれディスプレイがタッチスクリーンになってるんですが、これがですねまた非常に動作が滑らかなんですよね。他のアクションカメラとかと比べても、ここのタッチスクリーンの感度が DJI は毎回めちゃくちゃいいので、この辺とかもストレスが全然ない感じで非常に気に入ってます。で基本的にはもう Vlog カメラとして優秀すぎて本当文句ないぐらいのレベルなんですけど、1点デメリットを挙げるとすれば、DJI Pocket 2の頃よりもちょっとだけ大きく、ちょっとだけ重たくなっちゃったところですかね。こればっかりはセンサーサイズも大きくなっちゃったのでしょうがないかなとは思うんですが、DJI Pocket 2のコンパクトさが何よりも好きだったんだよみたいな方はですね、無理にこっちに買い替えなくてもいいんじゃないかなと思います。
続いてのベストバイアイテムはこちらですね。旅行の時にめちゃくちゃ便利に使えるおすすめの収納バッグ、いわゆるトラベルポーチと呼ばれるものになります。まずこちらの左側の方からご説明していこうかなと思うんですが、これがですね、ここゴムを外してあげますと、じゃじゃーんとこんな感じで4つのメッシュポーチがまとまった折りたたみ式のトラベルポーチになってます。で、このメッシュポーチはですね、一個一個ここから取り外して使うこともできるようになってます。で、これ見ていただいた通り、メッシュポーチがですね、中に何が入っているかっていうのが一目でわかるような感じになっているんですよ。なので時間がない旅行先の朝にはですね、これがめちゃくちゃ助かるんですよね。で、さらにですね、これポーチをまとめるために使っていたここのゴムバンドなんですけど、このゴムバンド、ハンガーとかあとドアフックとかに引っ掛けてあげることで、これポーチ自体をこういう風にですね、吊り下げて使うことができるようになってます。この点もですね、結構狭いホテルとかでも割と使いやすいんじゃないかなと思います。で、もう一つの旅行用のおすすめ収納バッグ、トラベルポーチがこちらですね。これ何に使えるかと言いますと、旅行先に持っていく洋服類をファスナーで圧縮するタイプのポーチになってます。で、このポーチ使い方はですね、非常に簡単です。まず旅行に持っていきたい衣類を詰めてあげたら、ここのですね、蓋部分の一番外側のファスナーだけ一旦閉めてあげます。はい。で、今こちらのポーチにセーターとワイドパンツっていう割とかさばるタイプの洋服を入れてみました。結構ですね、厚さが今ある状態ですよね。で、洋服を入れてあげたら圧縮はあともうめちゃくちゃ簡単です。ここの真ん中に1個ファスナーがあると思うんですけど、これをですね、普通に閉じてあげるだけですね。こんな感じでぐるっと閉じてあげますと、じゃじゃーんとこんな感じで割とですね、スリムになったんじゃないかなと思います。で、このポーチさらに嬉しいのが、ここのファスナー部分、なんと日本製の YKK ファスナーを使用しているんですよ。なので結構パンパンに詰めた状態であっても、ここの開け閉めめちゃくちゃスムーズです。ここのですね、角っことかも本当にスムーズに開け閉めできるので、やっぱりYKK のファスナー本当すごいなって使うたびに思いますね。あと洋服の収納スペースに関してなんですが、これ真ん中に仕切りがあるような仕様になってるので、片方には使用済みの服を、もう片方にはまだ着てない綺麗な状態の服をっていうような感じで分けて収納することができるんですよね。このあたりとかも結構旅行先では嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。続いてのベストバイアイテムがこちらですね。国用のペンケース C2 になります。これ使わない時はかなりスリムな見た目なんですが、開いてあげるとこんな感じでじゃじゃんとガバッと開いてペントレー代わりにも使えるっていうような非常に便利なペンケースになってます。もうとにかくですね、ガバッと大きく開いてくれるので、中のものが確認しやすい、かつ取り出しやすいんですよね。で、このファスナーの先の部分がこれ取っ手になってるんですよ。しかもここの取っ手の部分がですね、これスナップボタンで簡単に取り外しできるようになってるので、これスナップちゃんとつけた状態でデスクの横に引っ掛けてあげてもいいですし、あと持ち歩く時とかはこんな感じでバッグの外側にぶら下げて持ち歩くみたいなこともできるようになってます。あと外出先でめちゃくちゃ便利なのが、これ使うペンだけ取り出してあげたら、あとはもうファスナーを閉めておいて、デスクが狭い時とかすごい便利なんですけど、こういう風に立てて置いておくことができるんですよ。もうこれが本当に小スペースになってめちゃくちゃ便利なので、もう外出先でも大活躍してくれてますね。で、しかもこちら見た目の割に結構収納力がありまして、私もですね、これだけのペンやら何やらを詰め込んでいるんですが、これまだ余裕なんですよね。あと 1,2 本は入るなっていうような感じなので、ペンに関してもある程度の数持ち歩きたいけど、できる限りコンパクトなペンケースがいいっていう方には非常におすすめのアイテムになってます。続いてがベストバイ最後のアイテムがこちらですね。ファンケルの泥ジェル洗顔になります。いわゆる洗顔フォーム、洗顔料なんですが、これがですね、もう本当に便利でして、もうこれにしてからというもの、私朝の洗顔が本
当にノンストレスになったんですよ。めちゃくちゃ気に入ってます。顔と手を軽く濡らしてあげたら2、3センチぐらいですかね。これぐらいを優しくくるくるっと円を描くように、顔全体になじませますと。で、これもうなじませたら全然置いておく必要とかもなくて、もうこの状態で水とかぬるま湯でさーっと流してあげれば洗顔終了っていうような感じなんですよ。めちゃくちゃ簡単、超時短なんですよね。で、今までは洗顔フォームにこんな感じの泡立てネットを使っていちいちこうやって泡立てて肌にのせてあげてで洗い流してってやってたんですけども、こういうアイテムも必要なくなったんですよね。この洗顔フォームと水さえあればいいっていうような状態になったので、本当に朝のスキンケアのストレスがだいぶ減りました。で、さらに嬉しいのがこれ、洗い上がりがめちゃくちゃいいんですよ。今ここの手がですね、まさにさっき泥ジェルをつけたところを水で洗い流してきたんですけど、本当にですね、ツルツルになるんですよね。今までいろんな洗顔料使ってきたんですけど、ここまで肌ツルツルになる感じの洗顔料は出会ったことないですね。本当最初使った時めちゃくちゃびっくりしました。洗顔の泡立てめんどくさいなみたいな方だったりとか、あと朝のスキンケアはもうなるべく忙しいから時短にしたいみたいな方にも非常におすすめのアイテムになっているので、ぜひこの機会にチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで今回は2023年のベストバイアイテムをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとか身の回りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。